トランジションでもっとかっこいい映像を作っていこうぜ。どうも、ケイスケです。今日はですね、動画のチュートリアルを撮ろうと思います。結構ね、普段ね、機材の紹介とかしてるんで、あんまりね、こういうチュートリアル撮らないんですけども、最近やっぱり映像に興味があるのと、あとコミュニティを始めてね、そこでこういうね、トランジションというかエフェクトのね、要望が多かったので、少しその辺もね、やっていきたいなと思っています。ちょっとその前に、全然関係ないんだけど、僕の最近の一押しのアイテム紹介していい？これ、オクラ。これセブンイレブンでレートで売ってあるんですけども、これね、100円で買えるのに 150g 入ってて、これね、最近僕ほぼ毎日食べてて、なんか夜小腹が空いた時とか、昼ご飯にね、豆腐にかけたりとかしながら食べてるんで、もうほんと全然関係ないけどマジで食べてこれ。なんかやっぱ外出れない分、こういうね、セブンイレブンとか、コンビニで買えるめちゃくちゃおすすめのアイテムとか探してるので、そういうのあればコメントください。全然関係ないオクラの話はいいね。これね、さっきご飯食べてそのまま紹介するためにこれ袋残しといたんですけども、ゴミです。はい、さてやっていきましょう。でですね、今回はトランジション、冒頭にも見せたんですけども、映像と映像の切り替わり、基本的にね、映像と映像はこうプッて切り替わってもいいんですけども、そこをもう少し滑らかなというかシネマティックな表現にしたいなってことで、そういうねトランジションを入れていきたいなと思います。で、僕がよく使うトランジションをね、今日は5つ紹介したいと思いますが、一応やり方も説明するんですけども、細かく一個一個やり方説明してるとマジで時間がなくなってしまうので、もう本当にさっといきます。こういう風にして数値こうしてますっていう形でもういっちゃうので、ちょっとね早いなと思ったらそこの部分は停止して見ていただければ嬉しいです。ということで、時間もなくなっちゃうので早速いきましょう。録画しておきます、画面を。これ忘れた時の絶望やばいんで。ケイスケの動画。はい、録画開始しました。今回ご紹介するエフェクト5つはですね、まず端っこからいくと、最初はズームトランジション、ズームアウトズームインのトランジションで、スライドのトランジションで、ルマフェイドっていうトランジションと、ライトリークトランジションっていうものと、最後はマスクトランジション。この5つご紹介します。これ僕がめちゃくちゃ使うトランジションです。はい。で、ここからですね、とりあえず、ズームトランジションというものをまず最初に説明していきたいと思います。ズームトランジションっていうのはこんな感じ。こうやってね、前の場面から後の場面までこう真ん中ブワッとズームして切り替わる場面切り替わりをズームトランジションって言います。で、ズームトランジションのやり方なんですけども、ズームトランジションのやり方自体は、他の人もね、いろんな方法があるので、どれか1個覚えてればいいと思うんですけども、僕ならこうやるよ、みたいなことをね、今回はご紹介したいと思います。じゃあ実際画面の方行ってみましょう。画面の方を見に行くと、このね、疑似空撮みたいな、これね、気球の上から撮ったんですけども、この映像からここに切り替わると。はい。いう感じの映像。パッて切り替わっても綺麗なんですけどね。綺麗なんですけども、ここに切り替わるためのズームトランジションを今回やっていきたいと思います。で、まずですね、この左下、このね、動画入ってるところを選択した状態で、ファイル、新規、調整レイヤー。はい。これで調整レイヤーっていうのを作ります。で、上に乗っけますね。調整レイヤーっていうのは、このね、調整レイヤーがあるところ、あるレイヤーよりも、下の動画に全部ね、同じエフェクトをかけると、形のちょっと特殊な、クリップになります。これね、なんとなく慣れで覚えてほしいんですけども、色とかね、一括でこの動画全部にかけたいみたいな時にすごく便利です。もちろんエフェクトもね、すごく便利なんですけども、で、この調整レイヤーをまずですね、ちょっと切っていきます。で、切るところはどこかというと、このね、ど真ん中指定してあげて、ここから1、2、3、4、5、6個いったところ。これね、下の動画も調整レイヤーも切ってあげます。はい。こっち、真ん中、また右ですね。1、2、3、4、5、6個。はい。ここでね、切ってあげます。これですね、右ボタンを1回押すと1フレームずつ進むんですけども、シフトをしながら右とか押すと5フレームぐらい進むので、そういうのでやっていただいても構わないです。今回ね、30fps でやって6フレーム進めました。で、調整レイヤーね、もう1個上に重ねておきます。オルトでドラッグアンドロップするとコピーできます。はい。で、今回下側の調整レイヤーを右にね、はい、置いていきます。こんな感じですね。で、今回ズームのトランジションなので、まずですね、上の方にトランスフォームかけちゃいましょう。トランスフォームで、はい。入れて、どんな感じのエフェクトになるかっていうと、まず見せますね。ここ一番最初のところで、スケールポチッと押して、で、最後のところ、調整レイヤーのスケールを300にします。はい。これちゃんとキーフレーム打ってください。ちょっと早いんですけどもね、駆け足でいかないとなかなか終わらないので、進んでいきましょう。で、そうするとね、こんな感じになります。はい。なんかできてるようでできてないですよね。わかります？なんとなく。で、これですね、何が起こってるかっていうと、ここがね、かなり拡大されちゃってるんですね。だし、なんか、この切り替わりもちょっと気持ち悪いと
いうところで、ですね、ここのね、下の側の調整レイヤーを使って、こっちをね、縮小していきます。なんですけど、ただね、縮小しちゃうとですね、お見せしよう。最後が一致するぐらいに終わらせてみると。はい。こういう感じ？はい。なんか、わかります？ここでスペース空くじゃないですか。これまた気持ち悪いですよね。なので、これまた元に戻してですね、何をやるかというと、ここでですね、複製っていうのを行います。複製っていうのをこの調整レイヤーにかけます。そうするとこんな感じになります。で、これ2じゃなくて3にしときます。はい、3。はい、こんな感じです。で、この上の調整レイヤーちょっと消しますね。1回。はい、この目玉のマークなくすとこうなってます。はい。で、これだとね、このままやると、ちゃんとね、行くんですけども、はい。こんな感じで真ん中、ここがね、境界線分かっちゃいます。なので、この境界線を見えなくしていくんですね。で、これがミラーっていうエフェクトがあるので、ミラー。はい。はい。ミラーつけます。で、ミラーですね、この反射角度0のまま、はい。ここまで。よいしょ。はい。この境界線がなくなるまでやっていきます。これをね、全角度やっていきます。ちょっと飛ばしますね。はい、こんな感じでできました。ここのね、部分、ミラーの部分、複製の部分の数字をもうそのまま入力していただければいいので、ここはね、ちょっと再生停止とか押して、スクショとか撮っておいてください。で、こうしたら、どうなるかというと、はい、元に戻しますね。すると、上の調整レイヤーをオンにすると、はい、こんな感じになります。だいぶぽくなりました。はい、わかります？だいぶぽくなりましたよね。で、もう少しこれをね、緩急をつけていきます。緩急をつけてぽくしていきます。で、このさっきスケールの部分で、最初ね、ここの、スタートの部分を100で、終わりの部分を、ここ、300にしました。はい、300にしたので、ここの部分をですね、このスケールの時計のマークの左の部分をこうポチッと押しまして、はい、ここをギュッと引っ張ります。引っ張ると、はい、こんな感じで、こういうスピード感のあるやつになりました。で、もう一個、これシャッター角度の部分180っていうのを押します。このシャッター角度の部分を増やすとですね、ブラーっていうのがかかります。いわゆる残像っていうのが残ります。こんな感じでね。はい。ポンと。で、動くと。こんな感じで、ズームのトランジションのチュートリアルは終わりになります。はい。なんとなく、ズームのトランジション分かっていただけたでしょうか。あとはですね、本当はウッシュとかのね、トランジションの音、SE をね、入れていくとかなりぽくなりますが、ちょっとそれは最後に見せましょう。ケイスケの動画。で、次、スライドのトランジションです。これ、終わんないぞ。マジで。めちゃくちゃ長くなりそう。怖い怖い怖い。もうここから本当にサクサクいきますよ。スライドのトランジションの場合はですね、どうするかというと、これちょっと待ってくださいね。はい、スライドの場合どうなるかというと、ここからここに、チェンジします、スライドで。で、その場合は、さっきみたいにね、6コマ。はい。3、4、5、6。はい。よいしょ。1、2。はい。で、さっきの複製を、ここのね、後の部分だけじゃなく、両方にかけてあげます。ちょっと持ってきちゃった。コピーした方がいいね。はい、コピーして、こんな感じで。はい。こんな感じになります。で、こんな感じにしたらですね、スライドをですね、次また調整レイヤーを上にかぶせて、同じ大きさですね。はい、調整レイヤーを上にかぶせます。で、そしたらまたさっきのトランスフォーム。はい。スケール、今ね、ミラーで、今複製でかなりちっちゃくなっちゃってるので、スケールまず大きさを300にしてあげます。はい、これで元の動画に戻りました。ね。はい、大きさを300にしてるので、ここの状態、最初のこれ1っていうところを次いじっていきます。最初の一番支点の部分で1のこのキーフレームっていうのを打ちます。で、そしたら真ん中のところ行って、真ん中の1個前に戻ります。ワンフレーム前に戻って、そこで、一番ね、このクリップの右まで行きます。わかります？こっちですね。はい。この一番右のところが959とかかな。はい、このぐらいでしょうか。955とか。はい。次、ど真ん中のところではですね、一番左端に行きます。このね、次のクリップの左端から始まる。みたいな感じですね。はい、こうかな。はい、この辺。で、最後、どこで着地するかというと、これはちゃんと元の位置960に戻ります。こんな感じでしょうか。で、流してみると、こんな感じになります。またなんとなくできてるんだけど、ちょっと違和感ありますよね。この違和感をなくしていきましょう。
この違和感なくすためにどうするかというと、さっきと同じですね、緩急をつけます。ちょっとこの調整レイヤー伸ばしておくとやりやすいんで、伸ばしてこの位置の部分の左の矢印を押す。はい、でここをいじる。同じようなね形にしてください。波形はねこんな感じでやるとできるよっていうのでご紹介してみます。こんな感じかな。やってみると、はい、いい感じですね。いい感じにできてるんじゃないですか。よいしょ。はい、ファッと右にスライドしていったのが分かると思います。でこれさっきと同じようにちょっと、このねシャッター角度で、少しブラをかけてあげますと、こんな感じで右にスライドするモーションができましたという感じになります。これね音楽とかかけてあげると、最初からねちょっと流しますよ。はい、こんな感じになります。はい、で最初のこの2つが一番長いところなので、あと3つちょっとね頑張っていっていきましょう。ケイスケの動画で、次ですね、ルマフェイドのトランジションです。ルマフェイドのトランジションもこの画面見てやっていきましょう。ルマフェイドのトランジションはですね結構簡単で、この鳥のやつからルマフェイドのトランジションでここに行きますという感じにしたいと思います。その時にまずですね、どこでもいいんですけども、じゃあ15フレーム、1234567891012フレームにしようか。12フレーム分で切ります。これはもうね自分の好きな長さでいいんですけども切りますと。でそしたらこっちの部分ですね、こっちにグラデーションワイプっていうのがあるので、これを入れますと。そうすると今はね乗っけた状態では何もないんですけども、一番左の部分でこれ変換終了っていうのをポチッと押します。時計マークね。でこの上のクリップの一番最後の部分、ここですね。はい、この最後の部分ですね。この最後の部分、この上のクリップ選択した状態で 100% にします。はい、100%。するともうこれだけでこんな感じになります。わかります？これ綺麗ですよね。あとはこのね切り替わりの部分は、もっとね滑らかにしたいんだったら、もう少し上のこのねクリップの部分を長くして、調整してみてください。で、次4つ目がですね、ライトリークのトランジションというのをご紹介していきます。ライトリークのトランジションはですねかなり簡単です。はい、サクッとご紹介していきます。でこのライトリークのトランジションに関しては本当はねやり方もあるんだと思うんですけども、別素材でねライトリーク素材っていうのを別で用意しなきゃいけません。でね、僕の用意したライトリーク素材っていうのが、はい、こんな感じですね。輝きの素材を用意しました。これはですね僕が契約しているモーションエレメンツっていうサイトでね、月額課金で取れるものなので、ぜひそことか、あとは無料の素材でもどっかにあるのかな、ライトリークって言って調べてみると、もしかしたらあるかもしれないです。で、ライトリークねこういう風に長いんですよ。結構長いのでいい感じの部分使います。このね交差する部分ちょうど良さそうですよね。なのでこの交差する部分だけ使おうと思ってこんな感じで適当に切っちゃいます。はい。で、交差するシリが急に話しちゃった。でその交差する部分、このね交差する部分をここのねクリップ選択した状態で M 押してあげると、ここにねついてる緑色のマーカーっていうのがつきますので、この緑色のマーカーをここの真ん中に合わせますと。はい。そうするとこんな感じになるんですけど、見えなくなりますよね、下の動画が。なのでこれ選択した状態でエフェクトコントロールのところのこの描画モードってやつ、これを通常からスクリーンにしてあげてください。はい、これだけ。はい、こんな感じで切り替わります。で最初ねちょっと入りが唐突だなと思ったら、ここでディゾルブ、はい、押してクロスディゾルブっていうのをかけてあげます。はい、この左側と左側ね、長かったらこうやって短さ調整して右側、はい、こうやって入れてあげると。はい、するとですね、こんなますよ。こんな感じでね、トランジションで切り替わります。ということで、ライトリークトランジションはもう本当にこれだけ。上に素材を乗っけてスクリーンっていうのにして、で、クロスディゾルブで滑らかにするという感じで終わりです。でかなりね、難しいワードが出てくるんですけども、もうこのワードはね、覚えるしかないので、ぜひやってみてください。ケイスケの動画。最後行きましょう。はい、最後やっていきます。で、最後はですね、マスクトランジションってやつです。こんな感じのやつ。はい。マスクトランジションっていうのはもう撮影の時に、このね、クリップ見ていただければわかるんですけども、こうやって前にね、物がこう通るというか、これ木なんですけども、この木の影で次のシーンに切り替わるっていうのをやってみたいと思います。木が終わるところで
まずクリップを切りますと。はい、これ削除でいいですね。で、そしたらこのクリップが終わった後に、このね、うちの妻のコトちゃんのクリップに切り替わるという感じのをやっていきたいんですけども、ですね、この始まるところ、このね、黒が始まるところら辺で、カットして上にちょっとずらしてあげます。はい。そしたら、このところまで、この後のクリップ、後の動画っていうのもピピピピッと、はい、詰めてあげます。はい。こんな感じですね。今の状態だとこんな感じ。なんですけど、ここからやっていくのがですね、ちょっと伸ばしておこうね。ここからやっていくのが、エフェクト、クロップというエフェクトをかけていきます。はい、クロップですね。このクロップをバッと。クロップっていうのは、なんだろうな、周りをクロップしたりとか、特定の部分透明したりとか、そういうのに使うんですけども、どういうことかっていうと、このね、木の左側の部分だけ透明にしてあげようね、みたいな形なんですよね。そういうエフェクトをかけていきます。で、この最初のところに持っていって、このペンのマーク使います。ちょっと全体表示をちっちゃくしてあげましょう。よいしょ。はい、50% とかにしてあげます。で、このペンのマークポチッと押します。はい。で、マスクパスっていうのもね、最初、ここを押しときましょう。で、そしたら、ここでペンのマークのまま、はい、こうやって、まず適当に四角、こうやって作ります。ちょっとこれかな。こんな感じだな。ここのね、最初のところでは、ここね、左、出てないようにしてください。この一番左側にかかってないようにしてください。で、ここ、ポチッと、1個押すと、1個ね、キーフレームが次に打たれます。で、そこの状態で、ここを、ずらしていきます。ここね、押すのここです。押すのここ。はい。選択したマスクを1フレーム順方向にトラックと。はい。これをひたすら繰り返します。こう。この木の影から出ないように、ここの部分を伸ばすっていうのをひたすらやります。1フレーム進ませて、こう。1フレーム進ませて、こう。はい、できました。そしたら、これね、こうやって全部、こう、クロップが上のね、クリップ全体を覆う形になったと思います。この状態で、下のね、ところ、どこでもいいんですけども、左のところをこうやって 100% にしてあげます。そうすると、はい、このね、上の部分が透明になって、下の部分の動画が出てくると。わかります？こんな感じで変わってるんですよ。これでもうマスクトランジション完了です。ただ、ここのね、境界線ちょっとね、滑らかじゃないので、もう少し境界のぼかしとかこうやって入れてあげると、だいぶ、はい、ぽくなるんじゃないでしょうか。マスクトランジションっていうのはこんな感じです。これもちろんですね、木とかそういう柱とかじゃなくても、人とかでもこういうマスクのトランジション、その形に沿ってやればちゃんとできるはずですので、ぜひやってみてください。ケイスケの動画。はい、長くなっちゃった。暑い。暑いんでパソコンのファンがもううるさいですね。はい。長くなってしまいました。すいません。今日はですね、正直トランジションというか動画の切り替わり、どういうのがあるんですかっていうのをね、ちょっとご紹介したくて動画を撮ってみたんですね。なんで一個一個やり方をこう説明していくとどうしてもね、長くなっちゃうんですよね。なっちゃって、ちょっとだいぶね、なるべく早く終わらせようと思って駆け足になってしまったんですけども、ちょっとね、分かりにくい部分あったら編集で直しておきます。こんな感じでいろんなトランジションプレミアプロで使えるんですけども、僕ほんとこの5つぐらいしか使ってないです。他のね、トランジションはほぼ使わないかな。あとはその気分に応じてこういう風に切り替えたいとか、ここの部分を合わせたいとかね、そういうのを自分で考えてやったりしてるんですけども、この切り替わりトランジションってかっこいいんですけども、あんまり入れすぎるとやっぱりですね、ちょっとくどくなるというか、えぐくなってしまうので、普通に切り替わる部分もありつつ、強調したい部分だけそういうトランジションを使ってあげるとか、あとは、カメラをこうやってね、スライドトランジションするときに右に振ったりすると思うんですけども、そういう時にですね、右にちょっと振り損ねたとか、動画をつなげるだけじゃうまくつながらない部分っていうのを補足みたいな形でね、入れてあげると素敵になるんじゃないかと思いますので、ぜひこういうところからね、チャレンジしてみていただけると嬉しいです。はい、長くなっちゃった最近ね、動画なるべく短くしようと思ってるんですけど、話したいことが多すぎて長くなっちゃいますね。ちょっと今回はしょうがないか。はい、ということで、これからね、動画をいろいろやりたいとか、トランジションをね、何回もやりたいって方は、ぜひね、この動画何回も見返していただけると嬉しいです。またですね、一個一個のトランジションに関しては、別で説明の動画、こういう方法もあるよっていうのをね、ご紹介したいと思いますので、ぜひ、楽しみにしていてください。ということで、今回の動画はここまでにしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は、高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それと、はい、Twitter、LINE、Instagram とやっておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。はい、ほんと今日長くなってしまって申し訳ないです。てかね、
ちょっと分かりにくい説明あったかなっていうのはね、とっても感じるんですけども、まあ、難しいです。ちょっとここ分かりにくかったみたいな部分があれば、ぜひね、コメントいただければ、まあ、補足のね、動画とか出したいと思いますので、ぜひ、コメントの方もよろしくお願いいたします。それではまた。